ぐすま。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。今日はナイトルーティンを、この霧吹きを使ってですね行っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。こちらは空手やまこやなになります。今日は何をするかというと、霧吹き動画ではなくて、葉っぱをですねちょっとホコリがかぶってきたので拭いていこうかなと思います。この葉っぱを拭くのにですね、観葉植物を拭くのに僕はこのニトリで買ったテーブルなんちゃらみたいな感じの拭くやつを持っています。でこれ観葉植物だけじゃなくていろんなところ使えるのでかなり重宝してるんですけど、比較的金額もかなり安いので結構バンバン使っちゃってますね。いろんなところに家に一つあると便利かなと思うのでかなりおすすめです。それでは、拭いていこうと思います。観葉植物の葉っぱを拭くときコットンだったりとか、ガーゼもしくはティッシュ柔らかい、ファイバークロスみたいなとかタオル類で、拭いていただくのが一番いいかなと思うんですけど、この、僕はニトリの布巾が結構使い勝手が良くて、安くてで、洗わないでそのまま捨てられるので、これを結構使ってます。で空手は昼間になると横にこう葉っぱが垂れるような感じになるんですけど、夜はこう葉っぱが立ち上がるんですよね。なので結構ホコリが溜まってくるので、毎日ではないですけど本当にたまに気づいた時に取ってあげるっていう作業を行っています。ちょっと拭く作業が長いので早送りをさせてもらいますけれども、ちゃんとねこう両面とも拭いてきれいにしていきます。だいたい拭き終わったんですけれどもいかがでしょうか。ビフォーアフターあんまりちょっと分かりづらいかなと思うんですけど、目視で確認する限りだいぶホコリは落ちたかなと思います。はい、今日はこれだけではなくていくつかホコリがあるものが、気になっているものがあるので、それをですね、また拭いていこうと思います。でこちらゴムの木ですね。これは以前の動画でも紹介させてもらったんですけど、100均だったかなで買ったゴムの木になります。結構ね大きく成長してくれて、スピードもね速く成長してくれたんですけど、この葉っぱの後ろに結構ハダニがついたりするので霧吹きとかは欠かせない植物かなと思います。でただ結構ね霧吹きとかサボってしまったのでハダニにやられたので、先日ちょっと殺虫剤をしました。そしたら今ハダニはいなかったので、その代わりホコリが結構ついてたので今日はホコリを取っていきます。また同じ布巾でですね取っていこうと思います。で優しく拭くのが鉄則なんですけど結構力入れちゃってますね。なんでかっていうとリーフクリーンあるじゃないですか。葉っぱをきれいに艶を出す。でそれもこれやっていたんですよね。でその上にホコリがついてるのでちょっと結構こびりついたりしてるので結構ゴシゴシとやっています。でゴムの木みたいにきちんとこう葉脈が見える場合は葉脈に沿って拭いてあげると結構きれいに取れるかなと。結構汚れてましたよね。こんな感じでツヤツヤピカピカになりました。
この葉っぱを拭くときに牛乳を少し混ぜた水で拭くと結構ツヤが出るって聞いたことがあるんですけど、僕はちょっと今までも一度も試したことがないので、もし試した方がいらっしゃる場合はぜひコメントとか残していただけると嬉しいです。ちょっと牛乳臭くなっちゃうのかなと思って試していないです。拭き終わりましたので、また元の位置に戻すんですが、他にもありますので、これですね、ガジュマル。これ結構剪定しちゃったので葉っぱがかなり少なくなってしまっています。なおかつこの冬の寒さでちょっと葉っぱがやられ気味かなと。これもすごい大事にしてたんですけど、他の観葉植物に気を取られてというか、隅にちょっと置いちゃっていて、あんまり視界に入ってなくて、気づいたらこんな感じになってしまっていて、ガジュマル様大変申し訳ございません。これはちょっとティッシュでやっていこうと思います。葉っぱが小さいのと、あとはちょっと微妙に肌にがいたので、ティッシュでねきちんと取っていこうかなと思ってティッシュを使っています。で、もしねこう肌にがいる場合なんですけど、表面よりも僕の、経験上ですけど、葉っぱの裏側にいることが多いです。ちなみにこれはカッパじゃなくて枯れた葉ですけど気を取り直して肌にの話ですけれども、葉の裏面についてることも結構多いので、きちんとこの裏面もね取っていった方がいいかなと思います。でタオルだったりティッシュで取る方法もありますけど、シャワーでジャーってやってしまっても取れたりもしますし、あとは両面テープみたいなので取っていただいてもいいかなと思います。これはカッパではなく葉っぱです。本当に枯れてしまってる寒さとでやられてしまってて大変申し訳ございません、ガジュマル様っていう感じで、ちょっと今年の、春から夏にかけてガンガン成長させていこうと思います。ちょっと剪定もしすぎちゃってかわいそうな状況かなと思ってるので、大事にしていきたいと思います。はい、こういう感じですね。ちょっと綺麗に拭いていきました。で終わったら霧吹きですね。冬は乾燥しているので肌にがつきやすいので、霧吹きをこまめに行っていただくと対策になると思います。こちらはゴムの木になりますね。これちょっと変わった生え方しているので、どんな感じに育っていくのか楽しみなんですけど、いろんなところから芽吹いて枝が出てきてるんですよね。ちょっと変わってますよね。これもきちんとホコリを取っていきたいと思います。あんまり拭いてるところが映らない状況になってしまったんですけど、これはティッシュで拭いていきます。葉脈に沿って拭いてってるんですけど、これも結構葉っぱが硬いので、汚れを落とそうと思うとね、どうしても最初葉脈に沿ってやってるのがいつの間にかゴシゴシやっちゃうんですけど、綺麗になればいいかなとは思うので、ホコリがねかぶってると光合成もしづらいので、枯れてしまったりすることもありますので、ホコリに気づいたらね、是非こういう風に取っていただくといいかなと思います。はい、こんな感じでですね、全体的に拭き終わりました。お次はセロウムですね。順調に、冬でも全く枯れることなく育ってくれています。若干新芽が出てきた時に冬に入ったので色味が悪い葉っぱもありますけれども、基本的には健康に育ってくれてるかなと思います。これも葉っぱの形が結構独特な形をしているので、ホコリがね葉脈に溜まりやすかったりするので、霧吹きは普段行っていたとしても、たまにホコリとかを取ってあげるといいかと思います。セロウムは葉っぱが結構縮れてて独特な形をしているので、拭いてあげる時には丁寧に隅まで拭いてあげると
より綺麗になるかなと思います。こんな感じですね。ちょっと傷がついちゃってる部分もありますけど、立派なセロムだなといつも眺めています。一通り終わりましたので、とりあえずゴミもポイして、なんか忘れてるなと思ったんですけど、今思い出したところでフィカスティネケをだいぶ拭いてなかったと。でこれ全然肌にとか全然見えなかったので、あんまり霧吹きとかもそんなにまめに行ってなかったんですけど、ほこりちょっと溜まってんじゃないのかなと思って、これも今日拭いてみようと思います。ちょっと細かいことかもしれないですけど、葉っぱが小さかったりとか、あとは葉っぱがこう縮れてたりするものに関しては、僕はティッシュを使っています。で、比較的葉っぱがこう肉厚だったりとか、強そうな硬い葉っぱのものに関しては、この布巾を使って拭いていくようにしています。なぜ先にテーブルを拭いたかが覚えてないんですけど、理由はこういう感じでね、結構ほこりが溜まってるので、葉脈に沿ってほこりを取っていきます。こんな感じでそれぞれの葉っぱを丁寧にね拭いていきます。やっぱりね、かっこいいですよね、この斑入りのフィカスティネ系は。こんな感じで拭き終わって、結構葉っぱにもツヤが出たかなと思います。今ね冬ですけれども、そんなに枯れたりとか影響ない状況なので、結構強い植物だなと感心しています。とりあえずは今日吹きたかった植物は全部吹き終わりましたので、あとは吹き終わった植物にまたちょっと加湿だけしておこうと思います。あまりねほこりついてなかったですね、最後は。はい、冬なのでそんなに水はあげない状態ではいますけれども、肌にだったりとか、ほこりの対策として加湿スプレーでですね葉水を行っていくことが重要です。で、今日使ったものですけれども、このニトリで買った布巾と、これかなり安いです。あとネットで買ってあるこのスプレーボトル、あとはティッシュですね。これで、葉っぱを掃除しました。ティッシュは結構消費が激しいので気をつけましょう。ちょっとなんでやったかわかんないんですけど、だいぶ心がすっきりしたんじゃないでしょうかこんな感じで、冬の、観葉植物ナイトルーティンを今日はお届けさせていただきました。基本的には、汚れた葉っぱを拭いていくっていう動画になるんですけど、どうしてもねほこりが溜まっていってしまうと光合成もしづらくて植物にもあまり良くないので、ほこりが溜まっていたらきれいにすることをおすすめします。で、あとは、僕はですね夜に行ったんですけど、もし部屋が寒い場合には夜には行わずに、比較的暖かい昼間の時間に行っていただいた方がいいかと思います。はい、ということで夜の観葉植物ナイトルーティンでした。もしこの動画が気に入ったという方はぜひチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。